昨日、日本銀行が動いたのだ。金利を 0.5% に引き上げた。これは1995年以来、31年ぶりの最高水準なのだ。31年ぶり？そんなに上げるってことは、日本の経済がすごく良くなってるってこと？でも私最近、給料上がってないんだけど。実はね、この金利引き上げの背景には、イラン戦争の和平合意が失敗に終わろうとしているという重大な事実が隠れているのだ。中東の不安定化が日本の家計を直撃する3つの理由を最後まで聞いてほしいのだ。時間を遡るのだ。わずか3日前、アメリカとイランが劇的な和平合意に署名した60日間の停戦延長、そしてホルムズ海峡の全面再開。トランプ大統領は金曜日に完全に再開されると宣言したのだ。そんなめちゃくちゃいいニュース聞いたのに、なんで金利上げるんですか？戦争終わるなら、インフレも落ち着いて金利も下げるんじゃないですか？いい質問なのだ。でもここが重要なのだ。和平合意は署名されたが、イスラエルの閣僚たちが拒否しているのだ。イスラエル国家安全保障省便宜ビルは、イスラエルはこの停戦を受け入れてはならないと断言したのだ。アメリカとイランで決めたのに、イスラエルがダメですって言ったら、その合意は消えるってことですか？正確に言うと、イスラエルはレバノンへの軍事圧力を続けるべきと主張しているのだ。つまり、停戦は建前、実際には戦闘が継続するリスクが高まった。世界の市場は、この合意は不安定だと感じたのだ。ちょっと待ってください。そしたらホルムズ海峡って実際には再開されないってことですか？そんなことになったら石油が。そう、世界最大級のタンカー運航会社、日本郵船の親会社 MOL の責任者は、タンカーは数週間待つ可能性があると述べたのだ。なぜなら、紙の上の合意より実際に安全であることが確認されるまで、彼らは通過を避けるのだ。数週間？私、ホルムズ海峡って世界の石油の何割が通るか知らないんですけど。20% なのだ。つまり、世界の石油の5本に1本がこの海峡を通るのだ。ホルムズが数週間、さらに数ヶ月もした不明な状態が続けば、原油供給は逼迫する。現在、原油先物はバレル82ドル前後だが、もしかして供給不足が長引くかも、という不安心理が金利引き上げ決定を後押ししたのだ。つまりですね、アメリカとイランが戦争終わりと言ったのに、イスラエルがちょっと待ってと言ったから、市場は、本当には終わらないかもと感じた。だから原油が不安定になった。だから日本銀行がインフレが続くリスクを見て金利を上げたってことですか？その通りなのだ。では、これがあなたの家計に何をもたらすか。住宅ローンで変動金利を選んでいる人は、月々の返済が今跳ね上がるのだ。例えば、3000万円を 0.25% で借りている人は、金利が 0.5% になると、月々の返済は約3100円増える計算なのだ。月3100円？私の給料が月3100円上がるなんて、いつになるのかしら。でもちょっと待ってください。固定金利を選んでた人は関係ないですよね。いい質問なのだ。固定金利なら月々の返済は変わらないのだ。だが、新規に住宅ローンを組む人には、全く別の問題が生じるのだ。新しく借りる時の金利は、この 0.5% より高い水準が適用される。つまり、新築購入を考えていた人の月々返済額はさらに重くなるのだ。それってもう、一軒家買えなくなる人が増えるってことですよね。だから不動産市場が冷え込む？そう。不動産市場は確実に冷え込むのだ。さらに、NISA 投資をしている人たちも注視すべき変化がある。金利が上昇すると、安全資産、国債、乗り回りが上がるのだ。すると、株式よりも国債の方がお得に見える。つまり、株から国債へ、マネーが流出する可能性があるのだ。つまりですね、中東でイスラエルが、停戦ダメ、と言った。だから原油が不安定になった。だから日本銀行が金利上げた。だから変動ローンの人は月3000円増。だから新規購入者は買えなくなる。だから不動産が冷え込む。株も下がる可能性。全部つながってるじゃないですか。そう、これが地政学リスクの正体なのだ。遠く離れた中東の外交交渉が日
本の家計に直結する。あと忘れてはいけないのが円相場なのだ。原油が高くなると日本は石油を買うときにドルが必要になり、円安圧力が生まれるのだ。円安？それって輸入物が全部値下がりするってことですよね。ガソリン、食材、スマホ、全部値段が上がる。そうなったら家計のダブルパンチじゃないですか。金利も上がるし、物価も上がるし。その通りなのだ。だがここで別の角度から見ると、日本銀行の決断を完全に悪いニュースと言い切ることはできないのだ。金利上昇は長年のデフレから脱却するためのプロセスであり、将来的には賃金上昇の好循環を生む可能性もあるのだ。ああ、そっか。私最初給料上がってないのに金利上げるなんてって文句を言いましたけど、本当には給料が今上がる過程なんだってことですか？そう。ただし条件がある。金利引き上げの転移期間を乗り切る必要があるのだ。直近3ヶ月から半年は住宅ローン、不動産市場、株価が調整局面を迎える可能性が高いのだ。その時期にどれだけのダメージを受けるかで、その後の給料上昇の恩恵を享受できるか、それが決まるのだ。でも最後の給料が上がるって約束が本当に来るかどうかって、結局のところ今後の中東情勢次第ってことですよね。イスラエルが本当に停戦受け入れたというまで原油価格は不安定なままだし。明日はこの原油価格のさらに詳しい見通しを掘るのだ。今日数週間遅延と聞いたホルムズ海峡が本当に金曜日に再開されるのか、それとも数ヶ月も閉ざされたままなのか、その判断で日本の家計への影響は全く変わるのだ。チャンネル登録で明日の解説を見逃さないでほしいのだ。海外ニュースを日本の生活で読み解くずんだもん海外ニュースなのだ。また明日なのだ。